北海道北西部に位置し、海の幸、山の幸に恵まれた町、留萌。特産品ルルロッソをはじめ、その魅力をたっぷり詰め込んだ食材キットを、食の伝道師4人が紹介します。1961年、留萌市で創業した株式会社双葉製麺。2009年、社長中田貴彦さんのもとに取引先の製粉会社からパスタに向いた試験栽培の小麦が持ち込まれます。そこから留萌の特産品ルルロッソの物語がスタートします。その小麦ってどういう小麦かなと思ったら、すごくその硬質系で高タンパクでものすごいその弾力があって、僕はその小麦をサンプルもらった時に水を入れた瞬間で目で分かるぐらいすごいなっていうのが分かったっていう、食べる前にこれは美味しいなっていうのがもうすぐ分かったんですね。でこれをなんとかこの留萌の名産品にしたいっていうとこから始まってます。僕の力でその生産者っていうのつながりがなかなかないもんですから、やっぱりその力を借りなきゃいけないなということで、大平と留萌の生産者さんにお話をちょっとしていただいて、今回来ていただいている林さんがいろいろ試験栽培から始まって、非常に林さんがやるっていう穴があったらここまではできなかったという、僕はいつもそう思ってます。ちょうど畑を起こしてる時だったかな、畑まで来て、してこういう麦があるんだけどちょっと作ってくれないかいっていうのを話がされて、その時にちょうど、サンプルも持ってきてくれて、でこういう麦なんだけど食べてくれないかいって言って持ってきたのがちょうどそのフィットチーネっていうんですか、細長い、はい、でそれを乾麺だったんだけども持ってきてくれて、でうちの母さんにこの麺預けたっけその晩出てきたんですけど、うちの母さんそういうパスタとかってあんまり知らない年代なんで、きしめんと間違えて普通にうどんみたいな感じで出してきて、なるほど、食べたらもう見事にパスタなんですよね、茹でたっても。で汁の中入ってるパスタですごい小麦だなと思って、本当に伸びないし、それこそ弾力がすごくて、こんな麦作れるんだと思って、それがやっぱりちょっと印象が強くて。試験的に栽培を始めてみた林さんでしたが、他の品種に比べ収量が悪く病気にも弱いなど、生産を軌道に乗せるまでには多くの苦労がありました。もともと小麦粉は作ってた、小麦粉っていうか、小麦の栽培はしてたんで、とりあえず同じ観光的な感じで植えてみようかなとして行きましたところですね、やっぱりちょっと発芽性が悪いというか、秋粉っていう部類なんで、ちょうど秋に種をまいて冬を越して夏に収穫するっていう麦なんですけども、その冬を越す時にやっぱり弱いと冬を越せなくて死んでしまう株が多くて、でその比率っていうのはいろんな麦でもあるんですけども、これはやっぱりダントツにちょっと比率が悪くて、やっぱり越冬しづらい、結局、収量的にも影響するっていうような、麦で、それをいかに、冬をうまく越冬させてやれるかっていうのがだいぶ苦労しました。そうですよね。この小麦っていうのは北海道農業試験場で試験されてたやつで、世の中に出なかったっていう小麦だったので、その辺がやっぱり大変、やっぱりそこがやっぱり認定できなかった小麦っていう形なんですね。それをやっていただいたっていうのはすごいことだなと、よく林さんやってくれたなっていうのが第一的に僕のその感想っていうんですかね。今となっちゃ本当にもうこれ林さんがいなかったらこんなことはできなかったななんて未だに思ってます。そして双葉製麺が創業50周年を迎えた2011年、最初の商品であるフィットチーネの生パスタが発売。ルルロッソと名付けられ、以降生パスタ、乾燥パスタ、つけ麺とバリエーションを増やしていきます。知名度も徐々に上がり、留萌地域はもとより札幌や首都圏のレストランでも採用されているほか、生パスタとつけ麺が北のハイグレード食品にも認定されています。この由来はですね、留萌をアイヌ語でルルモッペっていう名称になります。そのルルを取りました。でロッソっていうのはちょっとイタリアンっぽく
したいということで、ロッソっていうのは赤いっていう意味があります。で留萌管内はですね、やっぱり夕日が綺麗なところなので、その赤い夕日とこの穂がですね、赤いですね。普通の小麦に比べると赤い、やっぱりこの辺をもじってですね、ルルロッソっていう非常にこの麺のコシがあってツルツルしてもちもちして、いずれもパスタもつけ麺もすごく小麦自体にすごく味があるというところが特徴で、非常にコシが強くてすごく美味しいっていうところで、こういうラインナップを今のところなんか6品ですね、ラインナップ麺ではこういう感じになっております。いろんな小麦があっていろんなものを作るっていうのはあるんですけど、一つの小麦でこういうふうに作れるっていうのがなかなかないかなと思っています。いやもう僕は何でしょう、ルルロッソ愛って言ってますけど、本当にこのルルロッソには本当愛着というか、もうこれなしでは生きていけないっていうか、もうこれはなくしちゃいけないもんだと思ってやってます。留萌の特産品としてすっかり定着したルルロッソ。2人のルルロッソ愛はさらにパワーアップし、今後のさらなる飛躍が期待されます。これはもう絶対この留萌管内からなくせないというなんか逆に使命感みたいのがありまして、これをなんとか続けていくためにはいろんな製品開発、これ以外のものをですね、やらなきゃいけないのと、やっぱり物が売れないと生産者さんも困りますんで、やっぱりなんとか消費をですね、留萌の消費をしたり、留萌に来てもらって食べてもらったり、もうこれを持ってって売ってみたりっていうかで、留萌管内を盛り上げていきたいなっていう今のところはそういう思いでやっております。で最初から作り始めてですね、もう10年経つとやっぱり言ったように愛着が湧くんですよね。そしてやっぱりここでしか作ってない、そしてそれをブランドにして作ってくれてるっていう、やっぱりそういう使命感っていうか、そういう責任もありますし、やっぱり、こうやって商品になってくれるとものすごく生産者としても、嬉しくて、そしてやっぱり自分が作ったもんだっていうものがある、思い入れがあるんで、やっぱりこれはもうこれを求める人がいる限りは私はもう作っていきたいなと思ってます。もうあれですよね、生産者さんっていうのは麦にして製品、自分が作ったものが製品になったっていうのが目に見えないので、これは本当に自分が畑で作ったものがここに売ってるよっていうのが目で分かるっていうのがすごく我々もそうですけど、すごいなんていうか、すごく愛着があってね、その辺がもうね全然違いますよね。で社長のコンセプトの中に日本人の舌に合った、パスタが作りたいってもう最初からそれ言われてたんで、本当にそれに見合うようなパスタになってるんじゃないかなと私はもう思ってますし、非常に麺自体にも味がありますんで、もうぜひとも食べていただきたいと思います。本当に麺自体はすごく美味しいものですから、あとはそれは僕たちの今のお話を聞いて、もう美味しいものだっていう自負をしてますので、ぜひご賞味していただければなと思います。さあ、北の町留萌の潮風がたっぷり詰まった食材キットで、おうちで留萌をご堪能ください。